サーリのディスクトラッカーです。使うダボ穴はここ上の肩の部分と、一番下ここの幅が 108mm。 はい、そう分かりやすいかな。ウエンツくんお久しぶりです。お久しぶりです。おかえりなさい。ただいま戻ってまいりました。はい、ウエンツ1年旅をして、はい、その後初の YouTube がこれとは思わなかったけどそうウエンツと一緒にね、今回は、サーリのラックですね。が24パックラック、はい、8パックラック、待望の再入荷でパワーアップして、ウエンツと一緒にパワーアップしてそう帰ってきました。一緒にね。はい、そしたらじゃあ早速、はい、何がどうなったのか見ていきたいなって感じなんですけど、で8パックラックって幅が狭い方と24パックラック、いわゆるポーターラックみたいな。ポーターラック、そうですね。もともとあれだよね、ビール、そうですね。アメリカとかだとよくある8缶と24缶サイズっていう、そう運べちゃうよっていう。天板は今まであったものと変わらず、サイズ感も変わらずって感じで、今回一番特徴的なのはここ、そうですね。ステー周りですかね。取り付け方法も結構変わった。基本4本のこのステーで車体に取り付けるんですけど、そのうち2本が結構太さがより太くなって、取り付けステー4本とも、2ペアとも取り付け方法も変わってるというところですかね。今までは、いわゆる僕らどんぐりちゃんって言ってる、ナイスラックのリアについてくる金具で上止めてて、で下もなんかこう L 字のステーがついてっていうのが、もうそこのどんぐりちゃんの役割をなくなって、担う部分がもう溶接でフレームとしてくっついてる状態、取り付けやすくはなったのかな。なんかそのどんぐりちゃんだと自分で位置決めてやんなきゃいけないっていう工程が今回なくなった。しかもね、あれ組み立ててる時バラバラってなって、あれだいたい1回はこぼれ落ちるからあーってなる部分が、今回フレーム側にこう溶接されてるパイプみたいなやつに、またこのロッドのパイプを差し込んで、ですっぽ抜けないように金具で止めるっていうのが、一番大きな変更点。もう溶接で位置が決まってるから、強度が、増してるのかなっていうのと、私が増えてたりするんで、より頑丈なラックにはなったかなっていう印象ですね。まだね、本当つけただけなんであれですけど、で逆に、下側に伸びるステー、そう今までは背もたれの方から垂直に伸びて L 字でなってたのが、この先端に来たので、これもだいぶね前側の荷重に耐えられそうな印象。あと角度がと長さがある程度変えられるので、この点ではラックの高さとか、取り付けやすいって印象はありますけど、どうでしょう。確かに今までのこのラックって結構フレーム側に寄っちゃったりとか、車体によってはハンドルの真下に入ってきちゃったりとかがちょっと前にずらせるようになったのかなっていう。ちょっと一つ注意点というか、今回このアップグレードに伴って今までは本当何でもつきますよっていう、工夫次第でどんぐりちゃんを工夫すれば、この世の自転車ほぼつきますよって感じだったんですけど、ちょっとここがねもう溶接で位置決めされちゃってるので、そこの幅に制限が出てきちゃってるっていう感じですけど、説明書だと 108mm、 ダボ穴間隔が108mm 以内のもの、ある程度このつきますよつきませんよっていうのがはっきり示されたって感じですかね。その代わりやっぱつく自転車にはもうがっしりつきますよっていう。サーリのプレアンブル、この辺のクリアランスのサーリのフレームだったら基本ついちゃいますかね。45とか50弱ぐらいのタイヤサイズの幅のフォークだったら、今ストラグラーとか、ミッドナイト、プレアンブル、ブリッジクラブ、ディスクトラッカー、あとはクロスチェック、そうですね、そのあたりは基本的にファットバイク系は幅がタイヤがねあんな4インチとか入っちゃうやつはさすがにちょっと届かない。で今こっちにあるのはワイルドのスーパートランプ、こいつはねこのフォークもっと幅広いフォークなんですけど、内側にダボがついてるんでスーパートランプにはつく。ただそうですね、やっぱり太いタイヤが入るフレームってなるとどうしてもフォークの幅も広くなっちゃうので、例えば2.8 インチ3インチが入ります4インチが入りますみたいな、やっぱいわゆるセミファットからファット系には、基本的に現状つけるのはちょっと難しい。
ちょっと例えばこの今付属でついてるステーの別売りが出て、なんか今後もしかしたらどうだろう、取り付け幅が広がりましたよってことがあるかもしれないけど、現状この付属のステーではそのあたりの太いタイヤ、すごく太いタイヤが入る自転車にはちょっとつけるの難しい。まあでも基本ラックの基本役割というか構造はあんまり変わってないから、本当取り付け方が変わって、逆に言うとお客様がご自身でつけるとかはやりやすくなったんかなっていう印象がありますけど、4ミリの基本的に4ミリの六角レンチだけでつけられるっていうのは、あれば全部つけられちゃう。でまあちょっと水平出したり、でここの長さ調整したり角度調整したり、このシルバーのステーの部分に一応限界線が設けられてるので、長さのね出しろ、シートポストと一緒ですね、これ以上出さないでくださいっていう限界線がきちんと書いてあるんで、それは守っていただければって感じですかね。で耐荷重が 13.6 キロ、すごい、まあビール運んでも大丈夫だよねっていうねそうですね、重さまで耐えられるように、意外とバスケットとの相性がいいっていうのは俺が好きなんですよ。この大きさでもね137でも139いけちゃうし、横まであるラックだと大げさかなっていう時はこういうポーターラック型頑丈で、なんかこう武骨な印象が、もう本当にサーリーらしい重くて頑丈なラックって感じになってとにかく壊れないように作りました、でそこの金具がパーッとしましたっていう感じで、でねこんな感じでパッケージも、パッケージもねちょっとだいぶコンパクトになってね、割とストックしやすくなる8パックと24パック、で金具がここに入ってるんですけど、説明書もね、説明書が結構絵が分かりやすいんで、それ通りに従ってやれば簡単に取り付けられちゃうので、ちょっとご自身でやってみようかなって人もぜひぜひチャレンジしてもらいたい感じかな。ちょっとねまだね僕らもこの車種つきますよつきませんよがねまだやってみてないやつとかもたくさんあるんで、随時ちょっとアップデート、僕らの情報もできればなっていう感じですけど、今のところこの108ミリ、逆にこれつくよっていうのあったらね教えてもらったら。そうですね俺ね自分のスーパープロフェッショナルはいけそうでした。また新しいラックをよろしくお願いしますということで、あと新しいウエンツ新しくなったウエンツを今ね撮影ここ幡ヶ谷店で、今まで2人上馬だったんですけど、確かに2人とも幡ヶ谷店にいるので、幡ヶ谷店の裏側にいるので、僕はピットにいるのでサーリのディスクトラッカーです。使うダボ穴はここ上の肩の部分と、一番下ここの幅が108ミリ、分かりやすいか感じ、110ミリぐらいですかねディスクトラッカーで、なんで大丈夫そうってことで、その辺は誤差ですよね。誤差、フレーム側にダボネジついてるんですけど、ラック側に長くてネジロック剤、緩み止めがね、のがついたネジが付属してるので、これは外しちゃって使わないと。一応ラックとかにボルトがついてる場合はラックについてきたボルトを使ってほしいっていうのがありますね。そうですね。でネジ外しました。でラック側、上のステーがこのパイプにつくので、上から決めていった方が分かりやすいかな。一応この上につくステーが、ここが曲がってるんだよね。そうですね。このステーの取り付け部が、でこれ外側にこう開くようにすればワイド、で逆にすればナロー、ちょっと狭いところでもいける。でこれ下に向けてもいいし上に向けてもいいし、天板つけたい位置、これだと下向けちゃうと結構スレスレかなって感じ。ディスクトラッカー今のバイクだと上向きかな、広い方向にしてあげて上向きにすれば天板きれいにきそうなので、これは本当バイクの組み合わせですよね。ここのダボ位置とかタイヤの位置によってって感じですかね。で一応リミットライン、さっき話してたのここに印が書いてあるのが、ここまでは絶対このパイプに入れてくださいね、ここまでしか出さないでくださいねのがあるので、それを入れてあげて、でこいつが抜けないようにこの金具が、今のステーとこいつのフレームをつないでくれるようになります。前で止める感じですよね。そうね、こっちの前側で、今ちょっと位置決めしたいので、すっぽ抜けない程度に仮止め、本当にギリって感じ
ドンピシャです。ドンピシャ、もう専用設計って感じの安心感ある感じで。じゃあここも一旦1決めのための仮の目でこんな感じかな。はい、今一応マックスまで出してて、結構この辺でクリアランスちょうど良さそうなんで、まあここかな。これ以上入れることってあんまないかなっていう気はするので、一旦これで、はい、ここもさっきと同じく、リミットラインで、この上のここまでしか出さないでくださいねがあるんで、そいつとこのパイプをまた同じような、こっちの方が細いですけど同じような金具でつなぐって感じ。ラック側にこいつをつけるんですが、一応これどっちでもいけるように、内側でも外側でもまたね、肩の広がり、フォークの広がり方によってこの位置変わってくると思うので、それもバイクに合わせて、バイクに合わせて、はい、ディスクトラッカーなら全然ここは内側入れちゃって良さそうなので、一旦この金具をこんな感じで、ここで結構今これやったらリミットライン超えてるわ。こっち水平出そうとしたらってことは、これもうちょっと後ろに下げてって感じ、ちょっとここから微調整入ります。今下が超えちゃってるので、ちょっとラックをフレーム側に寄せて、フレーム側に寄せてあげて、でそうするとこっちが縮むので、これで隠れてですね。水平器とか使うともっとバチッと出ると思うんですけど、今こんな感じで位置が決まったらそれぞれのネジ締めていく感じで、意外とね締める箇所が多いから、締め忘れ注意。確かにそう、ここステーとか特に上か、ここ締め忘れてるとすっぽ抜けちゃってフロントロックなんてこともありえるので、ちょっとここだけちゃんと締まるように。今までさ、どんぐりちゃんの時ってこのセンター出すのめっちゃ大変だったじゃん。そうですね。これが何も考えずにズバッとつけばセンターが出るっていう。そうね、もうここでちゃんと決まってるから、これめちゃめちゃいいかもしれない。ポーターラックってその前後左右縦横無尽に動くラックだったから、それがなくなったのはプラスですね。かっこいいな普通に。ちょっとこういうオフロードタイヤっぽいバイクにフロントラックいいっすね。はい、完成。完成。かっこいい。これでね、だいぶがっしり、だいぶつけやすいんじゃないですかこれ。初見の10分15分ぐらいですかね。あとやっぱステーのカットとか曲げとかが必要ないっていうのも結構ポイント。そうね、かなり綺麗にくっついたので、じゃあ今日はそんなサーリーのラックの紹介でした。ありがとうございます。ありがとうございました。